皆さんこんにちは。最近いい感じにメインチャンネルも動画アップできてますよね。この調子で世界変えちゃいましょうか。丸から三角へと、トゥートゥートゥー。すごいですよ。先に言いますけど、なんと集英社さんが僕に興味を持ってくれて、ぜひ集英社さんの作品と都市伝説を絡めてくれということで、今日は少年ジャンプの作品に登場してくる現実でもあり得るかもしれないいくつかの説を紹介していきたいと思います。集英社さんのご好意で今回の動画で取り上げる漫画の都市伝説や SF、オカルト系の人気漫画をその場で全て無料で読める直木マンションと集英社さんの特設ページを作っていただきましたので、ぜひ概要欄の URL みんなチェックしてみてください。まずは僕が人生で一番最初にハマった漫画、超絶人気漫画ナルト。1999年から連載が開始されたこちらの漫画は、主人公ナルトと仲間たちの間で友情、裏切り、復讐、師弟や家族の絆を中心に忍びの世界と起源、歴史を含めた壮大なストーリーになっていますけど、忍術、幻術、発動時の力の源となっているのがチャクラ。チャクラの説明については漫画の中でさくらがこう述べています。チャクラっていうのは簡単に言えば忍びが術を使う時に必要とするエネルギーのことを言うの。そのエネルギーを大まかに人体におよそ130兆個の存在すると言われる細胞の一つ一つからかき集めて生み出す身体エネルギーと多くの修行や経験によって積み上げられる精神エネルギーの2つで構成されるのよ。つまり術というのはこの2つのエネルギーを体内から絞り出し練り上げ、意志である陰を結ぶというプロセスをたどってやっと発動されるってわけ。体と精神両方からエネルギーをかき集めて陰を結び術を発動させると、そのチャクラを利用して足に集中させることで水の上を歩いたり、木をそのまま歩いたり、多重影分身したり、江戸転生で死者を蘇らせたりと、とりあえずこの世界で強い忍びになるためにはチャクラを必要とするんです。最近の漫画ではダンダダンにもチャクラが登場してきます。2人の登場人物、高倉健と綾瀬桃がいます。高倉健は宇宙人を信じているが幽霊は信じていない。一方綾瀬桃は幽霊は信じているが宇宙人は信じていないと異なる思想を持っていました。そんな2人が実際にはどっちが存在しているのか調査に出かけます。そこで綾瀬桃は変態的な宇宙人に襲われて絶望的な状況の中、脳波を刺激された結果、体内のチャクラが開通し念力が使えるようになり宇宙人をぶっ飛ばします。このようにナルトでもダンダンダンでもチャクラをねうまく利用することで超人的な力を手に入れますよね。ただチャクラは漫画の世界だけでなく現実でも存在するとされているんです。チャクラとはサンスクリット語で円、円盤、車輪、ろくろなどを意味する言葉であり、この言葉が最初に登場したのは紀元前1000年から紀元前500年頃にかけてインドで編纂されたベーダという宗教文書の中でした。チャクラは人間の身体に存在している目には見えない気の循環を表しているんです。全部で114のチャクラが存在していて、そのうちの2つは体外にあります。残り112のうち4つは自分でどうこうして循環させられるものではなく、残り108を循環させることで残り4つも自動的に循環させられるというシステムです。この108という数字は結構重要で、例えば太陽の直径は地球の直径の108倍だったり、地球は月の直径108倍の距離であるように、この地球という舞台にシステムとして埋め込まれているというんですね。その中でもみんなが知っているであろう重要なのは体の7箇所に存在しています。下からムーラダーラ、スワーディシュターナ、マニプラ、アナーハタ、ビシュッダ、アージュナ、そしてサハスラーラ。これらは身体を循環するエネルギーの溜まり場であり、それぞれ互いに影響し合い、周りの環境のエネルギーを受けつつ構成されているんです。アバター伝説の少年ですごい分かりやすく証明していたので、そのままお借りしますけど、この池一つ一つがチャクラだと思ってください。この全ての池が綺麗な状態だったら水は全てに綺麗に行き渡り循環されるんですけど、人生生きていたら山あり谷ありでネガティブになったりもしますよね。そうするとゴミが池に溜まっていき、水が循環しづらくなります。エネルギーがうまく体内を循環しなくなるんです。ではどのようにしてうまく循環させることができるのか。まず第一チャクラは尾てい骨に位置し、生きること、人生の基盤を表した生命力を司るチャクラです。この第一チャクラは恐怖が邪魔をしてチャクラが閉ざされることによって恐れや不安、無気力さにつながります。しかしこの恐怖心を川の流れのように流し捨てることでチャクラを解放し、地に足がついた自信に満ち溢れた生き方をすることができます。第二チャクラは下腹部に位置している感情、性的要求、喜びを司るチャクラであり、罪悪感である罪の意識が邪魔をすることがあります。起きてしまった現実を受け入れ、自分を許すことで解放されます。第三チャクラ、胃のあたりに位置し、
自分を愛すること、自己意志、精神力を司るチャクラです。恥じらいによって邪魔されてしまうので、恥じらいを受け入れ自分自身を持つことで解放されます。第4チャクラは胸に位置し愛を司るチャクラです。悲しみが邪魔をするので、いつの時も自分は愛に囲まれており、愛は形を変えて現れることを意識しておくと解放されます。第5チャクラは喉に位置し、自分の考えや思いを伝える真実を司るチャクラです。嘘に邪魔されるので、現実を受け入れて自分に正直になることで解放されます。第6チャクラはおでこに位置し、消化体とリンクしているので洞察力を司るチャクラになります。幻に邪魔されるので、この世で一番の幻想である自分が全てから分離しているという幻想を認識し、全てはつながっているということを理解すると解放されます。そして第7チャクラは頭てっぺんに位置し、思考、宇宙の力を司るチャクラです。地上世界での執着、愛着に邪魔されるので、執着心を手放すことで解放されます。このように役割みたいなのが一つ一つあるんですね。例えば第1チャクラムーラダーラが開花していたら、食べて寝る生活を中心に生きている人かもしれないし、第2チャクラが開花していたら喜びを中心に生きることになるので、寝て食べるという生活ではなく、もっとね刺激的な波乱万丈な人生を生きるかも。これら7つは重要なチャクラというだけであって、この世界で物質的に生きるためには最低21個のチャクラがあればいいそうです。それ以上開花したら別次元、別視点の価値観が生まれます。では114個全て開花したらどうなるのか。無敵状態、何でも受信できて何にでもなれる状態。みんなナルトの世界で一番やべえと思った技どれですか？個人的にはなんだかんだシンプルにガイ先生の8問投稿の陣ですかね。体にある8問チャクラで外すことでリミッター解除されて超人的な身体能力を発揮する力。シンプルだけどめっちゃロマンがある。最近オカルト要素のある漫画が多い気がしますけど、昔から漫画ってそういった背景があるものが多いですよね。例えば呪術廻戦、ここ1年で一気に話題になった作品ですけど、主人公虎杖裕二の前に伏黒恵という青年が現れ、呪いの王両面宿儺の指を返せと言います。先輩に渡してしまったため2人は回収しに行くが、宿儺の呪いはすでに解け、学校は宿儺の呪いによって襲われます。この危機的状況を乗り越えるために虎杖裕二は宿儺の指を飲み込み、自らが呪いとなり危機を脱することに成功しました。両面宿儺が現実にいたとされる存在なのは有名な話ですよね。ただこの呪術廻戦の両面宿儺ですけど、強すぎてまるで宿儺みたいということで宿儺と呼ばれるようになったらしいので、一応別物ではあるんですね。ではその現実にいたとされる宿儺はどんな存在なのか。古代日本の歴史書日本書紀に登場する両面宿儺はわずか数行ほどしか登場しないんです。飛騨の国、現代の岐阜県に宿儺という人がいました。宿儺は一つの胴体に2つの顔があり、それぞれ反対側を向いていた。胴体のそれぞれに手足があり、膝はあるがひかがみとかかとがなかった。力強く軽症で左右に剣を帯び、4つの手で2針の弓矢を用いた。大和朝廷に従わず天皇によって追放され悪役にされ、最終的に竹古熊という人物に退治されました。顔2つに腕2つに剣に弓矢ってもう完全に怪物扱いしてますよね。逆に岐阜県に伝わる伝説では丸々イメージが違って、宿儺は山に住む毒竜や悪鬼を退治したり、山を開拓しみんなが祈りをできるように祈りの場を作ったり、岐阜県高山市の千光寺は両面宿儺像があるらしいんです。完全に英雄として扱われてますよね。このように視点によって変わってくるんですけど、では両面宿儺の正体は何者なのか。実は漫画にもヒントが登場してくるんです。ここからは完全にね漫画とは関係なく、あくまで個人のね推測と見解になるんですけど、盛大なネタバレになるので、まだ呪術廻戦ね最新まで読んでない方は注意してください。呪術廻戦に登場してくる戦闘術である術式の最終段階であり、呪術戦の極致である領域展開。五条悟曰く呪術式を付与した聖徳領域を呪力で周囲に構築したものと説明しています。わかりやすく言うと、術式を使って自分の心の中を外部に具現化した空間です。主人公虎杖裕二は体の中にいる両面宿儺の領域展開福間水師というものがありまして、このような印をするんですね。これは閻魔天が信号を唱える時に結ぶ印と同じなんです。閻魔はインド神話の水牛に乗った腕が4本ある山が仏教に取り入れられたもので、仏教では冥界の王として死者の生前の罪を裁く神なんです。閻魔大魔王といえば地獄ですよね。悪
悪人が訪れる場所です。死者の善悪二面性を判断して裁きを与える存在、その閻魔が具現化された姿が二面性を持っている両面宿儺なのかもしれないです。実際呪術廻戦の両面宿儺も水牛のね骨の上に乗っているように見えるので、おそらく閻魔の影響が強いんじゃないかと。他にも両面宿儺といえば2ちゃんの怖い話がありますよね。両面宿儺のミイラが登場してきたりするので、この呪術廻戦はねそういったいろんなオカルト要素を盛り込んでるかもしれないですね。このように神話とか歴史をね話に盛り込むことはよくありますけど、次のはねそういったものではないんですけど、僕がね以前動画でも話したことのあるドクターストーンってマジロマンの塊ですよね。軽いあらすじは、突然人類が石器化してしまう謎の現象が発症しました。そこからなんと3700年の時を経て石器化から解放されたのは科学に精通する高校生の石神千空でした。この千空がマジでやばくて、彼の知識を駆使して完全に原子化した地球をゼロから仲間と再生していくんですね。そんなものも作れるのみたいなことがたくさんあって、例えばゼロからコーラを作ったり、すごいっしょこれ。石器化から解放された人は過去の世界の記憶があるから知識はあるけど、なんとその石化の世界で新たに生まれた子供たちとかは石化する前の僕たちが生きている世界を知らないので完全に原始人状態なんですね。彼らに石化前の知識を与えたりするんですけど、あれもしかして俺らの世界もそんな感じでループしてるんじゃねっていう。みんな世界地図をバーって広げてなんか不思議に思ったことありますか？ちなみに僕はないです。このぽっかりと開いた穴、なぜここには大陸がなく海に覆われているのか。ジェームス・チャーチワード、1868年、当時イギリス陸軍の軍人であったジェームスは大飢餓に見舞われたインドに救助隊として派遣されていました。救助を必要としていたためジェームスたちは当然歓迎され、現地の住民とも仲良くなり、その中でも僧侶たちと特別親しくなりました。ジェームス・チャーチワードはもともと歴史や古代遺跡に興味を持っていたため、暇さえあれば現地の遺跡などを調査していたんですけど、その姿を見た僧侶の一人がジェームズに古代文字の存在を教え、彼は古代文字を読めるようになっていきました。するとある日、僧侶が意味深なことをジェームスに言うんです。この寺院には秘密の穴蔵がある。そこには古い粘土板がたくさんしまい込んであるはずだが、わしもまだ見たことはない。その粘土板に刻みつけられてある碑文はこの地球に最初に現れた人間の手によるものらしいのだが、と言うんです。そんなこと言われたらめちゃくちゃ気になりますよね。何が何でも見たくなる。ただその僧侶も見たことないし、保存状態をね保たなきゃいけないということでなかなか見せてくれないんですね。ただ半年経った頃、なんとその粘土板を見せてもらえることになりました。そこから出てきたのは2枚の粘土板で見たことのないような絵文字のようなものが書かれていました。これはナーカル碑文というもので、なんとか2人の知識を駆使し解読することに成功しました。そこに書かれていたこととは、遥かなる昔、太平洋上にムーという大陸がありました。東の端は現在のハワイ諸島、西の端はマリアナ群島、南は最南端がイースター島に至る地域を占めていた太平洋の面積の半分以上になる巨大な大陸でした。マジで巨大です。東西8000キロ、南北5000キロです。大陸は狭い水路によって3つに分かれていて、7つの大都市が繰り広げられ、山というほどの大きなものはなく、なだらかな丘が存在していました。人口は約6000万人、住民は10種類の民族から成り立っており、現在世界に分布している人種すべてを含んでいました。差別などはなかったものの、白い肌色とオリーブ色の肌色をした民族が一つの政府を中心にまとまっていたといいます。法王にはラを意味する称号を与えられ、同時に国王であるためラ・ムーの称号を与えられる。大都市には巨大な石造りの官庁、宮殿、神殿があり、信者たちはそこで神に祈りを捧げていました。河口には港があり、世界各地へ船が出て入っていき、水路に沿って家が立ち並び、商人たちの声で街は昼も夜も賑わっていました。食料はすべて草の葉、木の葉、根の葉、果実など自然から取れるもので作られており、気温が安定しているため手入れなどしなくとも地球に生い茂る自然から栽培することができました。人口が徐々に増えていくと、彼らは東へ西へ新天地を求め進出していき、この植民者たちはマヤと呼ばれていました。東
東へ向かった移住者が最初に到達したのが現在の北米、中米。西に向かったマヤが到達したのがアジア大陸の東岸。世界各地でムー国の植民地が広がり、人々は幸福にあふれた生活をしていましたが、悲劇は突然訪れました。ある日、突然大地の奥底から不気味な地鳴りが聞こえてきました。足元は大きく揺れ、大地は裂け、地震と噴火が大陸に襲いかかりました。それに伴って大津波が南部から大陸を飲み込み、海水はどんどん内陸まで押し寄せ、その夜のうちにムー大陸は火に囲まれ、海底へと沈み、大海原に残ったのは荒れ果てた災害から生まれた水面に漂う泡だけでした。その泡から新しい今日の文明が生まれてきたのです。これが1万2000年前の出来事でした。このように失われた大陸、ムー文明の光景について語られているんですけど、ジェームス・チャーチワードはインドで発見したナーカル碑文だけでなく、イースター島にあるモアイ像やポリネシアの島々がムー大陸の残骸だというんです。メキシコで発見された石板、古代マヤ族の書いたトロアーノ古写本にムー大陸の存在について書かれていると主張したんです。このトロアーノ古写本は古代マヤ族の残した記録で、シャルル・ブラッスールが解読した結果、失われた大陸ムーについて記されていると主張したものなんです。それが世に広まり、その説をね、さらに深掘りしていって有名にしていったのがジェームス・チャーチワードでした。しかしここから一気に現実を見せます。そもそもシャルル・ブラスフールが解読した古代マヤ族の記録トロアーノ古写本はムー大陸についてではなく、マヤの占星術に関する記録を記したものだったんです。なんとブラスフールは解読ミスをしていたんですね。なのでそもそもムー大陸説の発祥となった説自体が間違いだった。そしてジェームス・チャーチワードですけど、彼はめちゃくちゃ熱心にムーについて調べていたんですけど、なんとジェームスがイギリス軍に属していたという記録は実は残っていないんです。ナーカル碑文の存在や寺院の場所自体も彼以外見たことがなく、公開もされていないので、ムー大陸の伝説は今となっては捏造というのが定説になっているんです。また技術の発展により、当時じゃ分かり得なかったことが現代では解明ができていて、太平洋の各海域を調査したところ、太平洋の海底は1億年前や数千年前からずっと海だったというデータが出てきたそうです。1億年前から数千年ってどんだけ？そこで終われば話は早いんですけど、そう簡単に都市伝説は消えません。なんと我々日本人がムー大陸と大きく関わっているという説がありまして、そのため日本国内ではこのムー伝説がかなり盛り上がりを見せているんですね。オカルト業界のみですけど、実はチャーチワードが失われたムー大陸を発表する4年前に、日本では新宗教大元の教祖出口直に国の床たちの御事が憑依し、自動書記によって予言や太古の地球についてを記し、出口鬼三郎さんが太平洋の真ん中に縦が2000と7000里、横が3100里、四物の島というように太平洋に大きな大陸があったことを示唆していたんですね。一応義書とされている竹内文書では、太平洋上に美容タミアラ大陸沈没なんですかね、これと大陸が沈没したことが書かれ、太古の地球では五色人が存在しており、彼らが各地に散らばって今の世界が構築されたというお話があるそうです。そしてその沈んだ大陸の末裔が日本の地に降り立ち、新たな文明が始まったという伝説。またある言葉を分析していくと、太古に統一されていた文明があったことがわかるという説もありまして、その言葉というのがカムです。古代日本では神を意味し、韓国語ではカムと発音されており、それだけでなくトルコ語カム、神秘的な力を持つ、マレー語神、支配する者の自称、サンスクリット語カム、アイヌ語カムイ、神などと、世界各地でカムの発祥は神を意味する言語であり、カムのムーこそが古代の統一していた文明だったんじゃないかと推測されていたりもするんですね。実際もっと深いから深掘り案件だけど、ジェームス・チャーチワードは白人がムー文明の支配者だと主張して、日本ではね、日本人こそがムー文明の末裔だと主張するという、みんなね、自分たちが人類の起源だと主張したいんでしょうね。ムー大陸があるかどうかについては今後ね、いろんな説が出てきてどんどん解明されていくとは思うんですけど、文明がループしているという説は結構ありえそうですよね。ここで一つ、ほとんど世に出てないかと思われるフリーメイソンの秘められた知識を紹介しますね。この世界の構造はドーナツ型、トーラス型であるというんです。僕たちの時間が進むというのは、その輪っかの表面をぐるぐる回っているということです。片面を3600年周期で、一周は7200年周期になります。この一周というの
のは全く同じところをねぐるぐる回っているわけではなく、一応少し前に進んでいますよね。このようにして僕たちは文明の繁栄と衰退を繰り返しながらぐる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 と長い年月をかけてこのドーナツを回っているということなんです。なので約5万年前にムー文明がもしあったとして、それが衰退し僕たちが誕生したとすると、このドーナツの一周が、何億年なのか分かりませんが、定説として地球の歴史は46億年ですよね。そこがスタートだったとしたら、この先いろいろあってね、地球が原点に戻って大雑把に46億年後にムー文明が再び繁栄し崩壊し、また僕たちのような文明ができて、この無限ループ、このループを人類が抜け出すには十二面体を理解する必要があるというんです。意味わからないでしょ。ピタゴラスやプラトンの古代ギリシャの時代から宇宙は十二面体だという説が語られているんですね。またイギリス科学雑誌ネイチャーの2003年9月号には宇宙が十二面体である可能性だという説が掲載されていたんです。なのでもしかしたら本当に人類がこの十二面体を理解したら、このループから抜け出して次のね次元に行けるかもしれないという話。めちゃくちゃぶっ飛んでるけどこういうの大好き。どうでしょう。今日は人気漫画に絡めて都市伝説をね紹介してみましたけど、こういったね漫画の中にも現実で囁かれている都市伝説要素が入ってるからかなり面白いですよね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。